以前の動画でネドジュンさんは、お金は不思議なエネルギーを持っていて、例えて言うならお金の流れは穏やかなたゆまなく流れている川。膨大なお金の川に意識的に入っていく方法として、お支払いをするときに感謝をする、どう使うかに意識を向けるということをご紹介しました。今回はこの内容について神経科学の視点から紐解いていきます。慢性的に足りない、もっと欲しいと思っている状態は、脳で言うと欠乏フレームです。この時活性化しやすいのは、危険・不安の検知や不足の感覚、ストレス系の交感神経です。脳は脅威を回避するモードに入り、視野が狭くなります。行動も防御的になります。挑戦よりも確実性を優先します。つまり、お金の川は目の前に流れているのに、脳の設定が干ばつモードになっている。神経的には資源を探しに行く探索回路より防衛回路が優位になっている状態です。支払う時に感謝をするとなぜ変わるのでしょう。支払いの瞬間は本来減る体験です。だから多くの人は軽くストレスを感じます。ところがその瞬間に愛や感謝、充足感を意識的に感じるとどうなるのか。脳では意味付けの再構築や報酬系、つながりが活動しやすくなります。つまり、損失イベントを価値交換イベントに再符号化しているのです。これはとっても重要で、脳の予測モデルが書き換わります。お金が減った、世界と循環した、私は流れの一部だ。この再解釈が繰り返されると、脳のデフォルト設定が失うから循環しているに変わります。神経回路はよく使う回路が太くなります。感謝は報酬系を通じて安全に出していいという学習を強化します。お金の川に入るとは何が起きているのでしょう。ここが核心です。感謝を伴い支払い続けると、ストレス反応が下がり、探索行動が増えて、創造性が上がり、人との信頼関係が強まる。これは神経科学的に自然な結果です。副交感神経優位、報酬系の活性、前頭前野の柔軟性。この組み合わせは、アイデア生成、チャンス発見、対人信頼に直結します。つまり、お金が流れ込むのではなく、お金が流れやすい行動を無意識に選ぶ脳になるということ。お金の川が外にあるというより、神経ネットワークの再配線が起きているのです。なぜお金を貯め込むと流れが止まるのでしょう。強い蓄積欲求は多くの場合不安由来です。不安優位だと防衛行動、リスクを回避、他の人を信じないが増えます。逆に流す意識は信頼、長期視点、社会的ネットワーク活性、これらを促進します。神経科学では社会的協力は報酬系を強く刺激します。与える行為は脳にとって損失ではなく快楽です。つまり流す人は脳が豊かさモードで回る。その結果、機会が増え、結果として収入も増えやすい。この神経レベルでは、自己中心的報酬から社会的報酬への移行です。自分だけの利益を追う脳より、社会的価値を生む脳の方が、持続的にドーパミンが増え、内的動機や創造性が高まり、安定していきます。私は不足している存在ではなく、私は循環の一部だという神経モデル。このモデルは不安を減らし、長期的に経済行動を安定させます。次に、どう使うかに意識を向けると何が起きるのでしょう。脳は未来を作るとき、言葉よりも行動データを重視します。これは予測書理論で説明できます。脳は常に私はどんな人間か、世界はどんな場所かというモデルを更新しています。そして最も強い証拠になるのは、何にお金を払ったか、
どんな体験を選んだか、どこにエネルギーを投じたかです。つまり、お金の使い方というのは、神経系に刻まれる自己定義になります。どう得るかに集中すると何が起きるのでしょう。どうやって得るかを強く考えるとき、脳は問題解決モードに入ります。活性化しやすいのは戦略やエラー検出、ストレス系ネットワークです。これは有能なモードですが、同時に欠乏フレームも刺激しやすい。まだない、まだ足りない、どうすれば増えるか。この問いは微細な緊張を伴います。一方、どう使うかに意識を向けると脳は価値判断ネットワークや報酬系、自己関連処理を使います。ここで重要なのは未来の自分をシミュレーションしているという点です。私はこの商品を選ぶ。私はこの体験に投資する。私はこの方向を良いと感じている。この時脳はこの方向が望みなのだなと予測モデルを書き換えます。脳の可塑性は繰り返された選択に沿って進みます。例えば、学びにお金を使う、健康に使う、人とのつながりに使う。これを続けると、その分野に関する注意の感度が上がり、情報を見つけやすくなり、チャンスを拾いやすくなる。これはスピリチュアルというより、注意バイアスと報酬学習の話です。脳は、この人はこれを重要視していると判断した領域を強化します。最高の使い方をしよう。この姿勢は実はかなり高度です。なぜなら、瞬間的快楽ではなく、長期価値を選ぶという行為だからです。ここで働くのは、長期計画、意味付け、記憶統合。ベストな使い方を意識すると、脳は私は価値を作る側だという自己モデルを強化します。自己効力感が上がり、行動の質が変わります。お金の川のより深みに入るとは、神経科学的には短期報酬回路から長期価値回路へ、さらに社会的意義回路へのシフトです。お金の川の浅瀬は消費的ドーパミン、深みは意味的ドーパミン。深みに入るほど持続的動機づけや創造性、社会的信頼が安定します。結果として経済活動が洗練されていきます。脳は外界をそのまま見ていません。予測に合う情報を優先的に拾います。もし、私は価値ある使い方をする人間だ。私は豊かさを循環させる人間だというモデルが強化されると、その前提に合う選択肢を無意識に選び続けます。これが未来が作られるの神経的説明です。まとめると、感謝してお支払いをすると、報酬圏が安全に活性化し、欠乏モデルが弱まり、私は循環の一部という自己モデルが形成され、価値方向への注意感度が上昇し、選択の質が変わり、経済的結果が変わる。川とは外の世界の比喩ですが、実際に流れを変えているのは神経回路の水路です。どう得るかは水をつかもうとする手。どう使うかは流れの方向を決める舵。脳は舵を切った方向へ静かに着実に自分を連れて行きます。では最後に、ネドジュンさんの理論を少し体で感じてみる時間にしてみましょう。難しいことはしません。ただ意識の向きを変えてみるだけです。楽な姿勢で座ります。背筋をほんの少しだけ伸ばして、胸のあたりに柔らかく意識を置きます。吸って、2、3、4。吐いて、2、3、4、5、6。吐く息を少し長めに。吐くたびに足りないという緊張が
スーッと下に流れていくイメージ。最近もっと欲しい、まだ足りない、不安だと感じた場面を一つ思い出してみます。その時の体の感覚はどうでしょう？胸が縮む感じやお腹が硬くなる感じがあったかもしれません。評価せず、ただ観察します。ああ、これが干ばつモードなんだな。優しく気づきます。次に何かお金をお支払いする場面を思い浮かべてみます。コンビニでも、口座でも、家賃でも。その瞬間にお金が減るではなく、私は価値と交換していると心の中で言ってみます。そして胸の奥で小さくありがとうとつぶやきます。世界と循環した感覚をほんの少し味わいます。今自分が大きな川のほとりに立っていると想像します。お金の川。流れは穏やかです。その川に片足だけ入れてみます。冷たくはない。怖くもない。ただ流れている。私は循環の一部だと心の中でつぶやきます。胸の奥が少し広がるのを感じます。最後にこれからお金をどう使いたいのか一つだけ思い浮かべます。学び、健康、誰かの笑顔、体験、どんな小さなことでも構いません。そして私はこの方向を選びますと静かに決めます。脳は行動を信じます。この方向が神経回路に刻まれます。お金の川に入るとは突然大金が入ることではなく、意識の水路を変えること、どう得るかではなく、どう使うか。その舵を切った瞬間から流れは変わり始めます。
今日はほんの少し川に足を入れてみました。ここまでご視聴ありがとうございました。